N54 ニュースジリアン・ジョーダンです。さて、まずは最新のローカルニュースから。惨劇となった荒坂社襲撃事件の発生からもうすぐ54年です。2023年、ナイトシティに激震が走りました。荒坂社ビルに仕掛けられた戦術核兵器がテロリストの手によって起爆されたのです。爆発では1万2000人が即死、また急性放射線症によりそこからさらに数千もの人々が命を落としました。この悲劇的な事件は同社の極端ともいえる帝国主義的傾向が引き金となったとも指摘されていますが、私たちの街に消えない爪痕を残しました。続いてワトソン地区の皆様に重要なお知らせです。同地区では下水道に住み着くホームレスが問題となっていましたが、明日トンネル内の燻蒸作業が行われます。燻蒸には強力な神経毒が使用されます。体内に取り込まれると命の危険がありますので、ワトソン地区にお住まいの皆様は下水道近辺には近寄らないでください。次です。9号線東行きの渋滞に解消の兆しです。東環状道路の復旧工事は早ければ来月から始まる見通しです。有識者によると復旧費用の総額はおよそ2000万ユーロドルに上ると推定されており、工事は作業効率とノーマッド対策に重点を置いて行われるそうです。以上、最新のローカルニュースをお伝えしました。 CM の後はワールドレポートをお送りします。こんにちは。 N54 ニュースのジリアン・ジョーダンです。ローカルニュースから。3年連続でナイトシティ市民の選ぶ働きたい企業ナンバーワンにミリテク社が選ばれました。受賞の決め手となったのは、同社が従業員に提供する充実した福利厚生。従業員は年に5日の有給休暇をはじめ、精神刺激薬の無制限供与、インプラント購入時の補助などを受けられます。さらに驚くべきことに、ミリテク社従業員の 34% には退職金パッケージまで約束されているとか。次です。 NCPD の権限が大幅に拡大されることになりました。警察は今日から起訴状の有無にかかわらず、容疑者を最長1年にわたって勾留できるようになります。 NCPD に関する並行はこれだけではありません。志士に向けた発砲は威嚇射撃とみなすという新しい規範も定められ、警官たちは勝利に沸いています。ナイトシティ市政における予算削減の一環として、サイバネティックテクノロジー局の廃止が正式に決定しました。これまでインプラントの認可を担っていた同局は来週火曜、その役目を終えることになります。今後のインプラント認可は、インプラント製造会社が各社で取り決めたそれぞれの独自基準にのっとって行うこととなります。以上、この時間の N54 ニュースをお届けしました。それではまた。皆様こんにちは。 N54 ニュースジリアン・ジョーダンです。ここからはローカルニュースです。 NCPD がデータ端末の使用に注意を呼びかけています。定期検査の結果、マルウェアに感染した端末が数多く見つかりました。警察の専門家は、このマルウェアでサイバーウェアに不具合や故障が生じることがあるとしており、最悪の場合は死に至ると報じています。ギャングによる活動が激化したことを受け、市は公衆警戒レベルをレッドに引き上げると発表しました。アロヨおよびワトソン地区にお住まいの方は、夕方以降の外出を控え、護身用の銃の携帯が強く推奨されています。また、学校や病院は当面閉鎖となります。パシフィカはどうなるのか。かつてセレブ向けの高級保養地として設計されたこの地区は、今やギャングと薬物中毒者の巣窟になり下がっています。そんな中、カンタオ社がパシフィカの不動産に興味を示しています。新たなデータセンターや物流拠点の建設を目論んでいるようです。この動きに対し市は、カンタオ社が全面的にパシフィカの犯罪根絶に協力するという条件の下でなら、保有する土地を1ユーロドルという破格の値段で売却することも厭わないと発表しています。本日最後の話題は、ペットを飼っている方にはご不満かもしれません。犬類飼育税が犬1頭あたり月1000ユーロドルに引き上げられることになりました。また同時に、見届けの動物飼育に課される罰金は4万ユーロドルに引き上げられるとのことです。以上、 N54 のローカルニュースでした。良い一日を。
N54 チャンネルへようこそ。ローカルニュースの時間です。バッドランズでは凶悪事件が相次いでいます。1号線、166号線、101号線沿いで発砲事件です。目撃者によると全てクラン同士の抗争とみられ、無関係な住民への襲撃は平年並みの数にとどまっています。しかし予防措置の一環として NCPD は警戒レベルを2に引き上げ、訪れる人々に脇道を避けるよう呼びかけています。状況に進展があり次第皆様にお伝えいたします。こんにちは。 N54 ニュースのお時間です。まずはじめにバッドランズから届いた痛ましいレポートです。人道的支援を目的とするミリテク社の車列がノーマンドの一団による襲撃を受けました。同社の警護部隊は襲撃を受けて退路が断たれた後、最後の手段としてやむなく武力を行使しました。ミリテク側は複数の車両が被害を受けたものの、幸い略奪は防げたとのこと。現場に駆けつけた同社造営部隊は速やかに襲撃者たちを撃退し、輸送隊の貨物を確保しています。残念ながらこの襲撃で10名前後のミリテク社員の方々が亡くなりました。中には統一戦争でクリムゾンハート賞を受賞したリンダ・ノプスさんも含まれていたとのことです。 N54 ニュースは今回亡くなられた方々のご家族に対し心から哀悼の意を表します。ミリテク社は NCPD の協力のもと、近隣にあるノーマンドのキャンプに対する報復攻撃をすでに表明しています。 CM の後もニュースをお伝えします。こんにちは。 N54 からあのニュースの速報をお伝えします。アンソニー・ハリス容疑者、別名ピーターパンによる少年たちを狙った誘拐事件が無事解決したとのことです。 NCPD は匿名の情報提供を受け、少年たちの保護に成功。少年たちの容体は幸いにも安定しているとの発表です。ハリスは13歳から18歳の少年を自身の農場に監禁していました。この非常に悪質な事件もまたナイトシティにおけるモラルの崩壊を表していると言えるでしょう。ナイトシティの犯罪発生率は今や新合衆国のおよそ2倍です。この先ナイトシティの治安改善を推し進めるには、新合衆国との結びつきを強めるのが最も近道と言えるのではないでしょうか。 CM の後さらに詳しくお伝えします。皆さんこんにちは。ジリアン・ジョーダンが N54 ニュースによる選挙速報をお伝えします。市長選挙の開票が終わりました。異常党のナイトシティ現職市長ウェルドン・ホルト氏は得票率わずか 27.2% に終わりました。ルシアス・ライン元市長殺害に関与した疑いで起訴され、その後は最後まで非常に苦しい選挙戦を強いられた形となりました。その結果、連邦党候補のジェファーソン・ペラレス氏が 70.7% の支持を集めて当選しました。ホルト市長は敗北演説を行い、勝利した候補に祝辞を述べました。ペラレス氏が大胆な公約を実現することができるか、今後注目が集まります。 CM の後、連敗続きのコルセアーズに秘策はあるのでしょうか。こんにちは。ジリアン・ジョーダンです。 N54 ニュースのワールドレポートをお届けします。 WCS 西部企業州連合がビザプログラムを刷新しました。今後、連合地域に転入する場合、先に WCS 加入企業からの紹介を受ける必要が出てきます。またビザ保有者は WCS 地域で20年間の就労実績を積むことで永住権、結婚許可証、子供1人の扶養許可を取得できます。ヨーロッパ北部では難民受け入れ問題が急激に拡大。洪水の発生したベルギーとオランダからの難民が次々とスカンジナビア地域に流入しています。スウェーデンは武力をもってこれに当たり、ここ数週間で10隻以上の難民船が沈みました。人道的解決が望まれる中、すでに60人近くが死亡しています。地上の楽園なのでしょうか。各地から南極に移民した人々が今日で移住10周年を祝っています。南極では氷の下に天然資源が眠っていることが判明して以来、経済開発が進められてきました。
開発に伴ってある程度の環境破壊が見られたものの、移住者はおおむね今も快適な暮らしを満喫しています。先日は南極初となるドールハウスもオープンしました。しかし移住者にとっての一番の魅力はこの地域の圧倒的な治安の良さかもしれません。南極における殺人発生率は10万人あたりわずか70人です。以上 N54 ニュースでした。それではまた次回。ここからは N54 ニュースジリアン・ジョーダンです。最新のワールドレポートをお届けします。シベリア南部のノボシビルスク郊外にあるルナリンスカヤウラン鉱山で発生した落盤事故ですが、無事ハッピーエンドを迎えました。ご存知の通り、大規模な地震の発生後、35名の作業員が地下深くに閉じ込められていました。しかし冬眠用インプラントスーロク2のおかげで作業員たちは水も食料もない中、2週間もの間命をつなぐことができたのです。作業員たちは幸いにも救出後に短時間の技能検査を受けた後、直ちに現場作業に復帰できたとのことです。地底の次は宇宙のニュースです。ミリテク社が火星での新たなコロニー建設計画を発表しました。計画によると基地は次の3つの区域に分けられます。産業用、研究用、居住用です。すでに10機の居住モジュールが一般向けに販売中で、その価格は1機あたり1億ユーロドルとされています。高額でも安全が保証されるなら、それだけの価値はあるのかもしれません。新合衆国の基地を標的とした先日の自爆テロを受け、ニューメキシコとオクラホマでは新たな動揺が広がっています。マイヤーズ大統領はテキサス共和国による破壊工作であるとしています。新合衆国軍は報復措置としてウェリントンとエルパソにあるテキサスの空港を対象に爆撃を敢行しました。両陣営ともこれ以上の紛争の激化は避けたいとの意向を示してはいるものの、賭博サイトでは3対1のオッズで戦争が起こると予想されています。以上ワールドレポートのコーナーでした。それではまたお会いしましょう。N54 ニュースワールドレポートの時間です。ジリアン・ジョーダンです。バイオダインシステムズによる研究チームが多発性硬化症の画期的な治療法を発表しました。多発性硬化症は患部の細胞をインプラント技術で置き換えることでは根治できない数少ない病気でした。ですがバイオダイン社はナノマシンの開発に成功。脊髄に直接注入することで長期的な神経細胞の修復が可能となるのです。この最先端の治療法、通常価格は1月あたり70万ユーロドルに設定されているとのことです。あれから2週間が経ちました。アトランティックシティの埋め立て地で起きた大火災は未だ鎮火の兆しが見られません。1万エーカーの敷地を誇る世界最大級のゴミ処分場には有毒な廃棄物が数多く存在しています。すでに7人の消防士が消火活動中に命を落とし、火傷や有害物質の被害に遭った消防士は40人に上ります。スウェーデンのアカデミー文学賞が発表となり、受賞者に選ばれたのはバージニア・グランチェスター氏でした。選考委員会は最新作「リンゴの木の木陰にて」を時代の至宝と評しています。レイブンマイクロサイバネティクス社によって生み出された AI であるグランチェスター氏は過去に発表した作品も高く評価されてきました。そんな彼女のデビュー作となった「侍に捧ぐレクイエム」は全世界70言語で同時発売され、これまでに300万部の売り上げを記録。リンゴの木の木陰にては20世紀のアイルランドを舞台とした物語となっており、大政崩壊後の文学作品における至高の一作と目されています。以上 N54 ニュースから最新のワールドレポートをお届けしました。